じゃあお前、例えば自分の人生を小説だと考えてみろ。漫画でもゲームでも何でもいいが、とにかく一人称語りで進む長編だ。自分をその主人公だと考えろ。そこで質問。今自分が綴ってる小説は実際のとこ面白いのか？主人公としてお前はキャラが立ってるのか？文法が怪しいとか語彙が貧弱だとか、そういうスキルのこと言ってんじゃない。ただドラマとして売りになりそうな花なりトゲなり毒なりを持っているか？さらに同じジャンルを囲った中でも抜きん出ている何かがあるか？自分がやらなくても他の誰かがやるような人生なら生き続ける意味はない。こんなところやそんなところで誰でもできるようなジャンルやっててもしゃあないだろ。連れとだべってバカやって女作ったり部活やったり、悪くはないけど珍しくもない。そんなの日本中の同年代がリアルタイムで経験してる。俺は別に数が多いことをバカにしてるわけじゃないぜ。要はそれだけ選びやすい道だってことを言いたいのさ。選択肢があるように見せかけて、実は人生一本道なのかもしれないってな。少なくともこの国じゃ最大公約数が強いだろ。出る杭は打たれる、天才は孤独、はぶられるバカ、いじめかっこ悪い、なんでもいいがよ。まあそれは現実的な解釈で理屈つけた場合の話で、俺はなんていうかな、デジャブるんだよ。これ前にもやったんじゃねえのかなって。楽しくないんだ。新鮮味がない。前にも読んだことある気がするんだ、この話。だからお前に協力してほしいんだよ。フラグ立てとフラグ折りさ。言ってもわかんねえかもしれねえな。だってお前好きだろそれ。何もかもが基地の範疇、1から10まで同じことを生まれて死ぬまで繰り返したい。そんな変人他に知らんし。そもそも俺の話に出てくるお前はなんかずれてるトリックスターみたいなもんなんだよ。そんなお前をここでどかせば話が変わってくるかもしれない。な顔すんなよ。お前だってわかるだろ。俺らはお互いガキの頃にいろんなもんから弾かれてる。本来なら気楽に学園ドラマやってられるような身分じゃないんだ。そしてだからこそ今までそれをやってきた。なのにデジャブが止まらない。挫折もんだよ。泣きたくなる。だから根性なくて悪いけどよ、俺は抜けるぜ。もう付き合わない。人生は短い。エンディングが来る前に選択肢の総当たりをやらせてくれ。この一本道、絶対どこかに別ルートがあるはずだ。俺はそれを探したい。結果がたとえバッドエンド一直線でも。だったらここでお前と切れるってのもなかなか面白いと思うだろ。死んだら化けて出てくれよ。俺まだ幽霊見たことねえし。だから
言ってもわかんねえって。ただこの町に住んでいたら楽しいな。こっちに来たけりゃいつでも言えよ。